こんにちは。環境系 YouTuber のかなごりです。今日見ていく言葉はこれ。再生可能エネルギー。この言葉についてお話ししていこうと思います。かなごりチャンネルでは環境問題に関することを様々な視点から動画にしてシェアしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。かなごり。前回の動画で気候変動を抑えるために私たちはどんなことができるのか、そういうことも話してきました。この気候変動という言葉については前回の動画で詳しく話しているので、ぜひその動画を見ていただければと思います。その時に私たちの生活を脱炭素化しなくてはいけないという話をしました。ただこの脱炭素化、一体どういうことかというと、地球温暖化の原因となる CO2 などの温室効果ガスの排出を防ぐために石油や石炭などの化石燃料から脱却することを言っています。実際に私たちも二酸化炭素を日々の暮らしで出しているわけですが、一体どういうところから二酸化炭素を私たちは出しているのでしょうか。このグラフを見てみてください。これは1人当たりの二酸化炭素の排出量を表したグラフになります。これを見てみると、約半分、私たちは電気から二酸化炭素を排出しています。私たちの生活における電気の消費は知らない間にとてつもないインパクトを地球に与えています。私たちが当たり前のように使っている電気はどこから生まれてくるのでしょうか。日本の主な発電は火力発電、原子力発電、水力発電、この3つが大きく挙げられます。その中でも8割は一番上の火力発電に頼って私たちは生活をしています。火力発電とは石炭や石油、天然ガスを燃やして電気を作っています。この時に二酸化炭素を大量に排出しているんです。ここで今注目されているのが再生可能エネルギー、または自然エネルギーとも呼ばれます。この再生可能エネルギー、一体どういう意味なのかというと、名前の通り繰り返し使えて環境に優しいエネルギーです。どんな種類があるのでしょうか。まずは太陽光発電、水力発電、風力発電、地熱発電、バイオマス発電、他にもありますが、主に挙げられるのはこの5つかなと思います。果たしてこの再エネにはどんな特徴があるのでしょうか。まず1つ目、エネルギー源が枯渇しないこと。自然の力を利用して発電するので永久に利用できるとされています。一方、火力発電で使用する化石燃料は資源なので、この先枯渇していく可能性があると言われています。2つ目、温室効果ガスを排出せずに電気を生み出せること。化石エネルギーを使って発電させる場合には温室効果ガスを大量に排出してしまいます。なのでこの点においても再エネの方が環境に優しいと言えます。3つ目、基本的にどこでもエネルギー源を調達できる。もうこれだけ聞くととっても素晴らしいですよね。環境に優しいエネルギーでは、ここで再エネのメリット、デメリットを見ていきましょう。再エネの最大のメリットは先ほど言ったことと被ってしまいますが、電気を作る時に温室効果ガスを排出しない、どこでもエネルギー源が調達できる、エネルギー源が枯渇しない、地震や災害時の緊急用の電源になりうる、太陽光などを蓄電しておけるので万が一の時に備えて導入している人も増えているようです。では次にデメリット。発電コストが少し高いんです。今少しずつ脱炭素化社会に向けて普及は進んでいますが、ややまだ高い傾向にあるようです。2つ目が天候などによって排出量が左右される可能性がある。これもちょっと心配ですよね。ただこのデメリット、これを解消するために需要と供給のバランスをコントロールする BPP と呼ばれるシステムの実用化に向けた取り組みも進んでいるようです。再生可能エネルギーの導入は世界的な脱炭素化移行の流れに対する日本にとっても大きなアピールポイントになります。すでに学校や会社、もちろん自宅など再エネに移行している方々は今増えてきています。近い将来、投資家や取引先から再エネを使っていない企業でなければ投資や取引はできない、そういうふうに
言われる可能性もないとは言えない時代になってきています。また後日動画で日本で今注目されている再エネの会社も紹介していこうと思っています。今日は再生可能エネルギーについて話してきました。私たちが使用している電気、その電気を選ぶこともできるっていうことを頭に入れておいてもらうだけでも違うのかなと思います。はい、では今日の動画はここまでです。また次の動画で会いましょう。さようなら。バイバーイ。